ハローマットです。今日はノリータに来ました。で、双方を歩いてると、気がつくとリトルイタリーだったりノリータだったりっていうことありませんか？で、僕が前に作った動画もやっぱりね混在しちゃってるんですね。で、これからより詳しいというかちゃんとしたニューヨークのガイドを作りたいと思っているので、改めてノリータを歩いて、で今回のね最終の目的地点は、僕が思うグラフィティアートの、現存する最高傑作オードリー・ヘップバーンに会いに行きたいと思います。歩き始める起点はこのねラファイエット、ここですね。ラファイエットとそれからハウストンの交差点です。でこのハウストン、ヒューストンって書いてあるんですけど、なぜかねニューヨークだとハウストンですね、読み方が。で駅はそのねブリーカーストリートになります。でここからラファイエットを背にしてマルベリーの方に歩いていきます。でこのねマルベリーっていうストリートがこのノリータからそれからリトルイタリーに向かっていく、このイタリア人の方々の街の中心のストリートになります。で一つだけねちょっと有名なレストランがあるので、マルベリーを越えてその前まで行って映したいと思います。やってるかな。あった、ここだ。エステラ。ここはねフレンチなんですけど、まだね営業時間前なんですけど、ミシュランの星を取ってます。ただミシュランの話をする人は誰もいませんけどね。でもう一回マルベリーに戻って、そしてハウストンを背にしてマルベリーを南の方に歩いていきます。でこの辺はね街並みすごくいいですね。ここかな。ここねすごくね有名なチョリソーのお店、スペインのこれですね。ちょっと映してみようかな。チュレリアって言うんですけど、これです。It's okay. It's okay. Can I take? Yeah. Wow. Thank you so much. Course. これすごく美味しくて迷ってますね、みんなね。ぜひ食べたいですね。で次にでずっと歩いていくと、このね反対側にあるこれもちょっと営業時間前なんですけど、トリッシーっていうイタリアン、ここもね有名ですね。でずっとこのまま行くと、これだ、このサンパトリックユースセンター、入れるかな。スポーツやってますね。バレーボールかな。
そういうとこがあって、でこのねエリアの中にこれか、あでも今日はやってないのかな。このねカタコンブか、ちょっと見にくいけど、ここはねガイド付きのツアーがあって、このニューヨークの歴史も学べます。これね、ナイト・オブ・コロンブスって書いてありますけど、ちょっとねウェブサイトでチェックしてから来るとすごくね勉強になりますけど、なのでここがあって、でまずねこのノリータなんですけど、ノース・オブ・リトル・イタリーだからリトル・イタリーの北側に位置して、まあガイドによってねまちまちなんですけど、南北はまあだから南がブルームかグランドの間で、これがねちょっと意見が分かれるところですね、僕が調べたとこで。北はハウストンですね。あ、さっきのカタコンブここからここにもありますね。で入り口がさっきのとこです、向こう側。なので南北、まあ、北はハウストンなんですけど、南が、まあ、ブルームかグランドどっちかなっていう感じですね。で東西が、まあ、バワリーとラファイエットの間ですから、まあ、南北が約500メーター強で、東西がまあ300メーターぐらいというすごくね短いというか小さいエリアになります。ここがプリンスか、プリンスとマルベリーの交差点で、この交差点を右に行くとすぐねラファイエットで、ラファイエットの交差点を左に曲がったところにすぐにねサンアンブロっていう有名なねイタリアンがあります。でそれはね写真を入れておきますね。でそのイタリアンはアッパーイーストサイドとかウエストビレッジにあって、でセックス&ザ・シティにねよく出てるところですね。でこのまま歩いて行くと、ここすごいな、満員ですね。ここか、3時なのに満員でしたね。ずっと行くとピザのねルビローサっていう有名なお店があるんですけど、それかな。お洋服のお店も多いんですよね。あ、そうそう、それそれ、この赤と白のファサードのこれねルビロッサっていうんですけど、この界隈はね有名なピザ屋さんが4軒か5軒あるんですけど、そのうちの一つですね。でこのまま歩き続けます。小さなねお店がいくつもあるので、まあ、覗きながら歩くのがいいですよね。でずっと行くとこ
こはね、今ね一番有名なコンセプトショップ、コンセプトストアで、日本でいうセレクトショップですよね。でエメ・レオンドーレっていうんですけど、この、ニューバランスのクリエイティブディレクターをしているテリー・サンチェスさんっていう方のお店なんですけど、これ並ばないと入れないのかな。ちょっとね後で入りたいと思うんです。ここね本当に人気で、ニューヨークヤンキースのキャップもここだけのオリジナルがあったりするので、ぜひね足をね運んでほしいですね。カフェもあるんだ今。でこの界隈は昔ザ・アパートメント・バイ・ザ・ラインっていうのがあったんですけど、そこよりもここの方がね、影響力大きいですね。なのでちょっと後で来たいと思います。やっとね今日エメ・レオンドーレに入れることになりました。で自分の、携帯でエントリーをしてで順番を待つんですけど、先日ノリータの撮影をしたのは日曜日だったんですけど、今日はね違う日の月曜日に来ました。でそれでもなんとね2時間待ちで夜7時、今少し前なんですけど、やっとね僕の番が来ました。で今までいろいろ行きましたけど、ここね一番混んでます。一番人気だと思います。でこれから僕の番なんで入りたいと思います。そこにちょっと車がヴィンテージポルシェですね。991930ターボですね。これ1986年だと思います。すごい。でこのまま歩きます。ちょっとせっかくなんで今のポルシェを斜め後ろから撮ります。さっきね届いた当然ですけどリアルですね。そしてそうだ忘れてた、ここのねアップサイドピザ、これがもう一つね有名なピザプレイスです。でそのまま南へ歩き、このスプリングを左に曲がります。That's why I love my two digit ring. ジュエリーです。今スプリングをもっとまで歩いてきました。だからワンブロックですね。でそうするとここにまたピザ屋さんがあって、ここねロンバルディピザ、マンハッタンで一番古いピザプレイスです。でもうね大人気なんですけどこのぐらいのお店になると美味しいとかまずいとか言わせないですよね。でここからこのモッドストリートを左に曲がります。なのでもう一回北の方に、要はハウストンの方に戻ります。今も歩いてくると、この辺もね小さなお店がたくさんあるんで、覗きながら行くのがいいと思います。でそうすると
ワンブロックで再びプリンスに戻ります。でこのモットとそれからプリンスのこの交差点の隣で、そこにねブルーとホワイトのファサード、これがねカフェジタンですね。でもこのエリアのアイコン的な存在で、もう絶対ここはね行った方がいいですね。で日本のね恵比寿にもねカフェジタンできてますね。5年ぐらい前ですかね。ですけどこの場所のカフェジタン、確かね1994年かな、そのぐらいからここにあって、ちょっと車が途切れたんで正面から映しますね。ここです。なのでぜひ。で次にモットストリートを渡ってプリンスも、はい、モットを背にして歩いてきます。あ、このピザもすごいですね。プリンスストリートなので、このエリアはもうたくさんピザスポットがあるんですよね。なのでね、食べ比べ面白いと思います。すごい、もうこんなに並んで、すごいですね。でそのまま歩いていくと、次がねエリザベスですね。でエリザベスを左に曲がると、あれあるかな、なんかちょっと暗いんですけど、カフェハバナで、このねカフェハバナも、左に曲がるとっていうか、この交差点のとこだったんですけど、もうジタンと並ぶ、有名なカフェで、どっちかですね。でもね、僕はねジタンの方が好きです。で次にこのまま渡って、で再びちょっとね寂しい通りなんですけど、ここは南へ歩いていきます。エリザベスを南ですね。でそうするとすぐのところに、本当はね夏に来るといいんですけど、わかります？この公園、エリザベスガーデンっていうんですけど、このエリアのねオアシスというか、秘密の花園というか、すごいね素敵な公園があります。なんですが、ちょっと前にね僕見たんですけど、ここ閉鎖されてなんかビルに変わっちゃうようなことが書いてあって、本当かな。そう、でもここね素晴らしくて、ちょっとどうなるか僕は分からないんですけど、心配してる方多いと思いますけど、もしかしたら閉鎖かもしれないですね。ドネイト。
ちょっと複雑な感じですけど、で次にこのまま歩いてます。犬をね連れてる人多いんですよね。で今エリザベスをスプリングまで歩いてきて、でちょっとだけこのスプリングをもう一度左に曲がります。そうするとね、これ人が並んでるのかな。並んでますね。これねシュプリームの旗艦店だそうです。で以前はラファイエットにあったんですけど、こちらにね引っ越してきて、だいぶ前ですけどね、さすがにこのシュプリームも世界中で人気なんで、ここです。でこの壁のね落書きもいい感じで、シュプリームらしいですよね、このグラフィティアートというか。なのでもしかしたら若い人ここが一番人気かもしれないですね。なのでここまで来て、でまた戻ります。でも昔ねラファイエットにあった頃、その前のスペースでスケボーができたり、やっぱりこうカルチャーの発信地みたいな、そんな風になってました。でも今もう人気衰えるどころか、ますますみんなの注目を集めているって感じだと思います。で次にもう一回これねエリザベスに戻って、そしてエリザベスを南に進みます。でもうすぐねノリータと言われるエリアが終わるんですけど、もしくはもうこの辺からノリータじゃないっていう人もいるんですけど、小さなねカフェでめちゃくちゃ有名なところがあって、あれこの辺だと思ったの。もう一個向こうか。ちょっとノリータを越えそう。これだ。ちょっと正面から撮りますね。このねエッグショップ、ここですごく有名で、インスタのねフォロワー確かね8万ぐらいいると思います。で女性の方はね絶対好きだと思います。その通り卵料理のお店です。で中のね写真があったと思うので入れておきます。でもう少し歩き続けると、少しずつなんかチャイナタウンが近づいてきたんで、フーレイカって書いてありますね。なんか日本にもフーレイカってありますよね。中国飯店さんの系列の中華でもやっぱりチャイニーズ系がだいぶ進出してきたんで、ちょっと増えましたね。で今ねこれだ、エリザベスとこれでブルームですね。ブルームを右に曲がり、要は西の方に来ました。でもノリータ紹介してるつもりなんですけど、もしかしたらもうリトルイタリー
なのかな、ここは。今モットまで来て、でモットを越えます。でそうすると次がここですね、マルベリーに戻ってきたってことですね。で今これですね、ブルームとマルベリーの交差点を渡ります。でそうするとすぐのところにあるのが今日の目的地です。だからまあリトルイタリーを歩けばここに行きますけどね。これです。ちょっと今ね写真を撮ってる人やっぱり有名なんで多いんですよね、ここね。今やっと人がいなくなって撮影できてます。で僕がね勝手に思う、ニューヨークの現存するグラフィティアートの最高傑作だと思います。で、これねトリスタン・イートンの傑作なんですけど、モデル選びも最高ですよね。ニューヨークといえばティファニーで、ティファニーといえばオードリー・ヘップバーンで、いつで亡くなっちゃうかもわからないんで、できるだけ早く、撮影に来て、で、この素晴らしいね作品をカメラに収めたいと思います。で僕のチャンネルでは、仕事の合間ではあるんですけど、詳しいニューヨークのガイドを作りたいと思ってます。なので、面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。で今日はノリータをご紹介しました。では失礼します。